皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマはての使い方です。ては日本人が会話でよく使う表現の一つですよね。でも微妙な発音の違いによってなんと7つもの意味に分けることができるのを知ってましたか？まずは動画を見ながら7つのてを聞いてみてください。ねえ聞いたよ。来月田中くんと結婚するんだって。おめでとう。そうなの。あれ？なんか元気なくない？結婚するって幸せなことだって思ってたんだけど、日本では 35% の夫婦が離婚してるんだって。で、これからも仲良くやれるか心配になっちゃったの。そっか。今、マリッジブルーなんじゃない？マリッジブル結婚の前にすごく不安になって、調子が悪くなったり食欲がなくなったりするのがマリッジブルーって言葉。まさにそんな感じ。二人なら絶対大丈夫だって。だってこれまでどんなにひどい喧嘩をしたって次の日にはちゃんと仲直りしてきたでしょ？そうかな。多分結婚前のプレッシャーとか忙しさで疲れてるだけだよ。息抜きにコーヒーでも飲みに行かない？はい。7つのてをすべて聞き取ることができましたか？こんな風に自然に日本人はてをたくさん使っているんです。ではこれから動画を少しずつ見ながら7つのての意味と発音をチェックしていきましょう。ねえ聞いたよ。来月田中くんと結婚するんだって。おめでとう。そうなの。はい。今のシーンでは来月田中くんと結婚するんだってと言っていましたね。このては本当に結婚するんですか？という意味です。ての一つ目の意味は本当にですか？です。他の人から聞いた話を本当かどうか確かめるときに使います。発音はての最後を上げて言うのがポイントです。例えば、北海道はラベンダーが有名なんだって？ JLPT N4 に合格したんだって？すごいじゃない。このように使います。では次のシーンを見てみましょう。あれ？なんか元気なくない？結婚するって幸せなことだって思ってたんだけど、日本では 35% の夫婦が離婚してるんだって。で、これからも仲良くやれるか心配になっちゃったの。はい。てがたくさん出てきましたね。最初に結婚するって幸せなことだと言っていました。このては結婚するというのは幸せなことだという意味です。ての二つ目の意味はというのはです。A って B とした場合、A には結婚などのテーマを入れて、B には難しい、すごい、楽しいなどの評価を表す言葉を入れて使います。発音はての後に1秒の間を空けるのがポイントです。例えば、日本語ってやっぱり難しいな。山田さんって本当にすごい人だね。このように使います。次に、幸せなことだって思ってたんだけど、と言ってましたね。このては幸せなことだと思ってたという意味です。ての3つ目の意味は、と言っている、書いてある、思っているです。他の人の言った言葉や書いてある言葉、思っていることをそのまま別の人に伝えるときに使います。発音はてを重く低く言うのがポイントです。例えば、林さん、先生が早く教室に来いって。禁煙って書いてあるから、ここでタバコは吸えないね。このように使います。最後に、日本では 35% の夫婦が離婚してるんだって、と言っていました。このては、日本では 35% の夫婦が離婚しているそうだ、という意味です。ての4つ目の意味は、だそうだです。ニュースや他の人から聞いた話を言うときに使います。
発音は語尾の手を少しだけ下げるのがポイントです。例えば、黒いスーツを着ている人が社長さんだって。今申し込むとプレゼントがもらえるんだって。このように使います。では、次のシーンを見てみましょう。そっか。今、マリッジブルーなんじゃない？マリッジブルー？結婚の前にすごく不安になって、調子が悪くなったり、食欲がなくなったりするのが、マリッジブルーって言葉。まさにそんな感じ。はい。今のシーンでは、マリッジブルーって言葉があるんだけど、と言っていましたね。この手は、マリッジブルーという言葉という意味です。手の5つ目の意味は、という名前、言葉です。他の人が知らないという名前や言葉について話すときに使います。発音は手の後の名詞までフラットに言うのがポイントです。例えば、昨日小泉さんって名前の人に会ったよ。さみだれって言葉聞いたことある？このように使います。では次のシーンを見てみましょう。二人なら絶対大丈夫だって。だってこれまでどんなにひどい喧嘩をしたって次の日にはちゃんと仲直りしてきたでしょ？そうかな。多分結婚前のプレッシャーとか忙しさで疲れてるだけだよ。息抜きにコーヒーでも飲みに行かない？はい。今のシーンでは2つの手が出てきましたね。まず、二人なら絶対大丈夫だってと言っていました。この手は二人なら絶対大丈夫だと思うという意味です。手の6つ目の意味は絶対にだと思うです。自分の意見を強調したいときに使います。発音は手の前を強く言うのがポイントです。例えば、お前なら大丈夫だって。N1 なんか余裕だって。このように使います。次に、どんなにひどい喧嘩したってちゃんと仲直りしたと言っていましたね。この手は、たとえひどい喧嘩をしてもちゃんと仲直りするという意味です。手の7つ目の意味は、たとえてもです。発音は手の音を上から下に下げるイメージです。例えば、彼にメールしたってどうせ返事なんか来ない。どんなに頑張ったって田中さんには勝てないよ。このように使います。はい。ここまで日本人がよく使う手の7つの使い方を勉強してきました。本当に微妙な発音の違いで意味が変わるのがよくわかりますね。ぜひ動画を見ながら何度も練習して日本人のように手を使いこなせるようになりましょう。飯クラスでは私や日本人の先生たちと1対1で会話ができます。日本人と仲良くなるために自然な日本語表現を学ぶコースや発音をきれいに直すコース、習った文法を使いこなせるように練習するコースなどがあります。まずは25分で会話のお試しできるコースから始めてみませんか？ぜひこれらのコースもチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。